どうも、ベトナム在住の内津です。部品の方ね、買ってきたんで、組み立てしていきたいと思います。これを取り付けしていけばいいんですけども、ちなみにね、このエンジン CL50 なんですけども、一部の方ね、気がついてるかもしれませんが、クラッチ周り、全部ね、スーパーカブの遠心クラッチに変わってるんですね。カバーも含めて。なんでね、今回買ってきたのも、これはスーパーカブのコピー部品ですね。古いスーパーカブに関してはね、新品部品手に入らないんで、コピー部品を買ってきました。で、元のやつが、これがね、ちょっとぐらつき気になったんですけども、寸法を確認してもね、全く一緒なんですよ。なんでね、ガタつき、シャフト自体のガタつきは解消できないと思います。まあまあでもね、これをつけていきます。それで、オイルシールをね、外しちゃいます。ちょっと傷はあるけども大丈夫なのかな。逆向きやけど。まあまあ大丈夫でしょう。今回ガスケットね、簡単に剥がれたんで、まあまあ綺麗ですが、念のためね、これで擦っておきます。これはね、古い部品を使っていきます。で、2個1で、切るね。OK。これクラッチの方ね、多分去年のオーバーホールの時に新しい新品入れてるんだと思います。ほぼ新品ですけどね、まあせっかくなんで見ていきます。汚れはすごいな。これね、わあでもすっごい量や。こんなこれエンジンの中汚れてんのかな。映りますかね。ここ上の限界というか、もうここまでね全部カスが溜まってます。ちょっとしばらくはまめにオイル交換してもらった方が良さそうですね。なかなかの量だ。半年でたまる量ではないと思う。ね、これだけ取れました。
すごい量ですよ。クラッチの方もね、見ていきます。多分これだけ本物使ってますね。これね、コピー品のリング、ちょっと粗悪品なんですよ。まあまあ、押さえるところはちゃんと押さえてる感じですね。で、クラッチ板は綺麗です。まあ問題ないですね。ほぼほぼ新品なんで。これが落ちちゃった。ね。一応ね、もともと組んであった順番通りに戻してあります。ではね、クラッチ組んでいきましょう。全部入れてるから、ここをね、ちゃんと合わさないとダメです。いつものようにね、これでお腹で止めます。さあ、締め込み。42.5 で締まりました。それでね、この爪を入れていくわけですよ、ちゃんと。これ重要だと思うんですけどね。なんでこの金具を入れなかったんでしょうね。まあいいや。で、最後に一つ問題ですよ。さっきね、問題って言ったのはこの部品ですね。これなんですけども、本来ね、スーパーカブはこっちですよね。この部品がついてます。まあ実はこれコピー部品なんで、純正とは違うんですが、まあ形は一緒なんでね。この部品がここにはまってるんですよ。ここですね。で、何かというと、このスーパーカブでね、問題になるのは、これはね、クラッチ側、エンジン側ですよね。エンジン側にはめるんですが、これで取り捨てた時にね、これがポロポロ落ちやすいんですね。で、コピーバイク、中華エンジンって呼ばれてるやつですね。あれの中ではね、このタイプに変えてるのがあるんですよ。これをするとね、取り付けがかなり楽になるんで。で、反対側をこいつだけで受けてるんですね。形もシンプルですしね。で、今もう一個、私この部品持ってますけど、これは何かっていうと、古いタイ株 100EX、ベトナムだとドリーム2って呼ばれてるのかなとかで使ってる部品だと思うんですけども、これってね、ついてる場所が違うんですよ。後ろ側につくんですけども、こっち側だな。それで本題、これオイルポンプからこの中にオイルが通って中から出て
抜けてきて、ここの穴ですね。ここからクランクにオイルを供給するようになってるんですよ。でもちろんそういう仕組み、ね、これもそうですよね。横に穴が開いてて、ここから抜けて、それを、オイル供給できるようになってるんで、こういうつき方だな。ここからね、オイルが抜けます。で、オイルをきっちり通すために、中にね、こんな部品がついてるんですよ。これがついてて、オイルを供給するようになってると。で、今回の部品、一応、ここのオイルがね、ここから出たオイルが、ここを通るようにはなってるんですが、この部品ですね、これが入らないんですよ、でかくって。で、ネットでね、ちょっと見ると、ちゃんと中華エンジンでも、この部品はあるみたいなんですよね。で、だから、これが、なくなったまんまついちゃう。イコールこれをつけると、こうですね。オイルが出てはくるけど、周りからも多分抜けちゃうんですよね。この周りからね。そうなると、クランクにオイル供給がね、足りなくなる気がするんですよ。さっき言ってたのはね、ここの穴へのオイル供給の話なんですよ。なんでね、部品屋でちょっと聞いてみたんですけどね、中華部品で一式買おうと思ったんですけども、持ってないんですよ。で、もちろん、対株の部品、後ろ側につくやつですね。形が違うし、もともとオイルが供給されるようになってないと。もうちょっとね、ネットで情報とか調べてみたいと思うんですけども、とりあえずね、今日は一旦ここで終わりにします。何かね、ここら辺情報を持ってる方いたら教えてもらえるとありがたいです。次回はね、ちょっと一旦エンジンから離れて、メインハーネスの方ね、やっていきたいと思います。それではまた。